マスターセルフケアヒーリングコーチのかやです。お元気ですか？今日ね、あなたにお伝えしたいことが、自分のこと分かってますかっていうことなんですね。今日はね、ロードアイランド気温が10度まで上がって、しかもすごく晴れたので、よし今日は外で撮影してみようと思って思い切ってやってきました。ここね、ジャパニーズガーデンって言って日本庭園なんですよ。私の家の近くに大きな動物園とかミュージアム、美術館とかが入っているエリアがあるんですけど、その中にこの日本庭園っていうのがあるんですね。私のパワースポットなんですよ。自分のことをね、意外に分かってそうなんだけどね、自分自身のことって結局ね、一番分かりづらかったりするんですよね。まあね、頑張りすぎちゃう人が多いと思います。自分で言うのもなんですけど、私もその一人だったんですよ。でも頑張りすぎて、自分のためだけの時間、自分が何をして何が楽しいのか、どういったものが美味しいと感じ、何をしている時が楽しいのか、こういったことがね、分かりづらくなるんですね。なんでこうなってしまうかというと、私の経験談としては、いつもね、やることリストだけで終わってしまう人が多いと思うんです。ね、いっぱいやることがあって、それを一個一個、その一個一個が消えていくとすごい達成感があるのはわかるんですよ。でもそんなね、毎日忙しく過ごしている中でも自分だけの時間っていうのを作って、あなた自身のことをね、もっと分かる時間を作ってほしいんですね。私も以前は家族のことだったり、もう日常でね、やんなきゃいけないことばっかりをこなして一日が終わってました。で、目の前にあることに過剰にね反応して、嫌なことがあればムカついたり、息子やね主人が自分の言うことを聞かなかったり、思うように動いてくれなかったらギーッとね、勝手に腹を煮えくり返らせて憤慨してました。これね、ほんと毎日だったんですよ。で、自分がねこれだけやってるのにとかね思っちゃうんですよね。このような状況に追い込んでいるのは自分自身なんですよ。極論言えばですよ、目の前で起きていることは何の意味もないんですよ。でもそれを自分の過去の経験とかね、価値観とかからどうしてもね判断しちゃうんですね。で、こういったことがずっと続いてしまうと、いつももう心が緊張状態でガチガチ、心も体もガチガチ、体や心にいいことは何にもありません。だから今日私がおすすめしたいことは、一日ねこうやって過ごす中でも絶対自分だけの時間っていうのは取れるはずなんですよ。今日は3つご紹介したくって、まずはね、自分自身のためだけに静かな時間を持つっていうこと。今はもう何かやらないといけないと思ってしまう人が多いと思うんですね。でも何にも、ただ座ってねぼーってして、それだけでもいいんですよ。この体とね脳を休める時間、成熟な中にね身を置いていると、自分の思考パターンにね気づきやすくなります。次はね、自分だけのために時間を使うっていうこと。あなたの家族や周りの人のためだけじゃなくて、自分だけのために時間を使ってみましょう。
マッサージとかに行ってもいいし、あなたがね小さい頃に行っていて落ち着く場所っていうのがあると思うんですよ。でそういったところに行ってもいいし、私の場合だったら、私はね小さい頃から海で育ったので、こういった今ここもね池とかいろいろ水があるんですよ。噴水とか水の周りに身を置くとすごく落ち着くんですね。でそういったところに行ってみてください。で最後は自分にいろんなことを経験させてあげるっていうこと。自分がやりたかったことをやってもいいし、美味しいものを食べて、こういう食べ物が好きだったんだとかね、そういったね新しい気づきの中に身を置いてもいいですし、こういった経験をさせてあげることで自分のことっていうのがどんどん分かってくると思います。自分のことがね分かってくると、少しちょっとネガティブ思考に最近なってきてるし、ストレスも溜まってきてるから、ちょっと休みに行こうっていうことで、あなたが何をしたら癒されるのか、リフレッシュするのか、そういったことがね分かってきやすくなるんですね。だから一日の中でもちょっとだけね自分に向き合う時間、自分の中の気づき、自分ってこういう面があるんだなとかね、そういったところを見つける時間を一日の中で少しでもいいので作ってみてください。それでは最後までご覧になっていただきありがとうございました。眩しいですけどまたね次回お会いできる日は楽しみにしています。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。それではまた次回に。チャオ。感覚としてはねだいぶあったかいと思ったんですけど、やっぱり黙って座ってるとブルルルルってなって、車に戻ろうと思って帰ってきました。